こんにちは、TK キャンプです。今回は関西でとても人気のある牧野高原キャンプ場に行ってきました。このキャンプ場の景色も絶景ですし、ハイパーライトマウンテンギアの珍しい新作テントなんかも今回使ってますので、要チェックの内容になっています。で、また、能登のですね、鍛冶屋さんのナタなんかも使ってますので、新ギアが結構多くなってます。そして最後に登山もありますので、すごいバリエーション豊かな、そんな冬キャンプの一日になってますので、ぜひご期待いただければと思います。それでは本編をどうぞ。こんにちは、TK キャンプです。今回はですね、滋賀県の牧野高原キャンプ場にやってきました。こちらでですね、キャンプと、温泉と登山が楽しめるということなので、結構楽しみにやってきましたので、ちょっと早速移動していきたいと思います。はい、駅からだいたい今歩いて5分ぐらい経ったんですけど、もういい感じでめちゃめちゃ綺麗な山が見えてきましたね。やっぱ今9月の25度からなんですけど、結構涼しいですね。気温28度って出てましたけど、もっと体感涼しく感じます。見えてきたメタセコイアだ。わあ、すげえ、すごいな。今から入ってきますよ。この抜けた先にキャンプ場があるんですよね。3キロぐらい。もうめっちゃ綺麗。やばいっすね。これがもうちょっとしたら紅葉してもっと綺麗になるんですよ。1回だけなんかバイクで立ち寄ったことあるんですよね、紅葉の時期に。ここめっちゃ綺麗なんで、ぜひ皆さんお立ち寄りいただけたらいいなと思います。これ道の駅的な存在もあるので、ちょっとお腹も減ったので立ち寄っていこうと思います。綺麗だな。実際はですね、バスで来る方はここまでバスで来れるので、冬キャンプだとバスを使うともっと近いかなと思います。はい、今このメタセコイアからずーっとまっすぐ来て現在地で、こんな感じですね。はい、あと300メートル弱ということでもう着きますね。で、麓にこの牧野高原温泉サラサっていう温泉もあるんですよね。今日定休日なので、明日登山してから入ろうと思ってます。うわ、めっちゃ綺麗。なんだこりゃ。すげえ。受付は左ですね。はい、登山される方もいらっしゃるので、それで駐車するみたいですね。で、今回僕、翌日の朝登山を楽しみたいなと思ってるので、ここで1泊して、朝6時ぐらいにキャンプの物を置いて、で、登山しようと思って、で、その後温泉入ろうっていう、ちょっとゴールデンルートで行こうと思います。はい、そしたら今回ですね、ちょっとニューギアを試したいと思いますので、ハイパーライトマウンテンギアの、僕が見る中では国内まだ売ってなかったので、もしかしたら国内初ご披露になるかもしれないです。ハイパーライトマウンテンギアのビビーなんですね。超ちっちゃいんですよ、これ。すげえちっちゃくて。わかりますかね。ペットボトルだとしたら、ペットボトルと同じぐらいの縦の大きさなんですよね。めっちゃちっちゃいんですよ。これでビビーの代わりになるってことなんで、すごい期待してセールになるのを待ってたんですよね。で、ようやく本国がセールになったので買いました。本当に情報がないんで、よかったら参考にしてもらえたらなと思います。超コンパクト。要は蚊帳なんですよ。要は蚊帳で、それが第2今の蚊帳で超軽いっていう、超コンパクトっていうものなので、ちょっと早速説明してみますね。ちなみに今回結構爆買いしたのでいろんなものがあるんですけど、これがエンライトエクイプメントのマイナス1度対応の河川キルトです。ちょっとですね、河川キルトでマイナス1度で、しかもワイドなんですよね。それやっぱキルトにしてもめちゃめちゃ大きくなっちゃったっていう反省点があります。これで 600g いくかいかないかぐらいなんで、軽量はめっちゃ軽量なんですけど、やっぱ河川だとやっぱかさばっちゃったなっていうのが今回反省点ですね。反省点ですね。だからやっぱ河川のキルトとはいえ、マイナス1度の以下の対応のやつはかさばっちゃうので、
それ以上はもう真冬はやっぱダウンにした方がいいなっていうことと、ワイドにしない方がいいなっていうのをすごいちょっと反省点にしております。見てください、今回ですね、石川の能登を応援したい企画のうちの一つで、福部さんっていうところのナタを購入しました。能登町、奥能登の能登町の、これもちょっと震災でダメージを負いながらも頑張ってらっしゃる鍛冶屋さんで、ナイフがすごい有名らしいんですね、マキリっていう。で、ナタは運よくすぐ買えたので、これで1万円ぐらいでした。で、大体 500g ぐらいですかね。はい。300g ってホームページには書いてあったんですけど、結構重いずっしりあると思うので、500ぐらいあるんじゃないかと。ちょっと測ってみますね。で、これ、結構分厚くて、刃の厚みが 4.5 って書いてあったんで、薄いのが来るかなと思ったら結構分厚いので、多分これ、公式もう一回測った方がいいんじゃないかなと思います。で、便利だなと思ったのが、これからちょっとナタはやるんですけど、結構ですね、僕、こう、土が硬いとやっぱ足しか持ってきてないんで、ペグハンマー持ってこないんですけど、結構ですね、普通にこう、ペグハンマー代わりになるっていう、重みがあって、これ結構土とか硬かったんですけど、見えますかね？結構、これもちゃんとですね、これのおかげで、ペグハンマー代わりになるっていう、こう、一つ二役ができたので、これすごいいいなと思ってます。で、あと、ちょっとやっぱ、これ、切れ味めっちゃいいんで、これよくわかんないことになっちゃってるんですけど、こういうので、切ろうと思ったら、スッと切れるんで、ナイフの代わりにもなるっていう。めっちゃ切れ味いいですよね。だからこれ一つで結構全部いけるんじゃないかと思って、すごい今、結構楽しくなってきますね。はい、あとは耐久性がどんなものかっていうところあるんですけど、今のところ切れ味と破壊力のペグハンマーの感じがすごいいい感じです。はい、そしたら設営こんな感じです。今日はまずですね、ハイパーライトのこの新作のやつをちょっとお見せしていきたいと思ってます。で、こんな感じでハイパーライトなんですけど、設営するとこんな感じです。なので、ハイパーライトが初めて出したビビーっていうことになってます。重さがめっちゃ軽いですね。これロングと普通レギュラーが選べるんですけど、ロングになってます。ロングだと縦2メーターぐらいなんで、結構長いですよね。で、タープは、2メーター50、2メーター50のハイパーライトマウンテンギアのフラットタープ使ってます。ですので、ちょっとこれ頭若干出てますけど、中にここ引っ掛ければ問題ないかなと思います。ちょっと出てもいいかなと思って出してるんですけど、2メーター、70、2メーター30のタープの方が頭が出ないんで、心配な方はいいかもしれません。でも、足元は結構余裕あるんで、設置の仕方によって、頭も全然中に2メーター50でも入れられると思うので、ちょっと初張りということなんで、ちょっとアバウトに貼ってあります。これゴムがついてて、適当にここにかけてるんですけど、ここをかけるのと、あとここが引っ張れるんで、適当にガイドラインでここで引っ張ってます。で、ここはちょっとゴムになってるんですけど、地面もペグダウンして、広げる。という感じにすると結構安定した感じになってますね。はい。で、ここがなんかナイロンみたいな生地になってて、ここがメッシュになってます。ですから、夏の時とかは蚊帳ですごい涼しくていいですよね。あと単体でも使えるということです。で、すっごいコンパクトになるっていうのが僕すごい魅力的だったのと、フロアがめっちゃ高いんですよね。雨の時とか結構心配じゃないですか。フロアレスとか使うと。だからそういう意味ではこれだけライニーマンのフロアの高さがあったら、浸水しても全然問題ないなっていうのがすごい欲しかったポイントなんですよ。軽くてコンパクトかつフロアが高いっていうのが結構珍しかったんですよね。で、横で見るとこれぐらいの幅、本当に一人用って感じですよね。はい、中はエンライトエクイプメントのキルト入れてます。で、それこんな感じ。はい、ちょっと入ってみようかな。広い広い、めっちゃ広い。進めるとこんな感じね。はい。ああ、なるほどね。こういう感じなんだ。めっちゃいいかな。広い。天井のクリアランスもするし、この辺の広さはありかな。
高いから実際これ中に入ってみると結構広く感じましたね。今まで割とコンパクトなビビを使ってたからっていうのもあると思うんですけど、ヘリウムビビとかサマヤのナノビビとかを使ってたんですけど、これは天高がすごいあるから、これだけ引っ張られたらもうめちゃめちゃ内部空間広いです。で奥行きもロングっていうこともあって、2メーターぐらいしっかり高さ取れてますんで、非常に180センチを僕がでも頭に少し空間作れて足元の空間作れるので、これは広いなと思いました。で実際これちょっと寝てみてまた感想をちょっと伝えたいと思います。今回、設営が終わりました。今回ですね結構ニューギアも多いので、ちょっと改めてお伝えしていきたいなと思います。でまずですね、ナタを新調しまして、じゃん、これ能登の鍛冶屋さん、奥能登の鍛冶屋さん、福部さんというところが作ってるところなんですよね。でホームページは 300g ぐらいって書いてあったんですけど、思ったんで多分 500g ぐらいあるんじゃないかです。ちょっと測ってみたらです。ですごい幅があるので、ちょっと削れてますけどペグハンマー代わりに使えたりとか、これからちょっとバトニングとか試してみたいと思います。でこれ先端がついてるんで刃こぼれしづらいようになってます。で焚き火台はいつものやつですね。はい、ブッシュバディになってます。はい、これ結構ほんと好きなんですよね。かさばるんですけど好きなんです。はい、でこれちょっと新しく買ったんですけど、能登の復興を願ってっていうことで石川県のキャンプ場の方とこのランタンのメーカーさんが能登用に作ったっていうちょっと記念用のランタンになってます。この能登をイメージした海ってなっててすっごい欲しくて買っちゃいました。はい、であと久しぶりにテーブルはですね、このテーブル使ってます。100g ぐらいなのでめっちゃ軽いんですよね。の割に面積が広い。でこっちも能登の復興記念ということで輪島塗りですね。すみませんちょっとベタベタになっちゃったでしょ。輪島塗りのコーヒーカップとお皿を持ってきました。キャンプでは初めてかな。やっぱりちょっと木なので保存方法気をつけないと汚れちゃったりと傷いちゃったりするので、そこは注意点かなと思います。で高荷がコラボしているバッグですね。はい。であとは大体いつも使ってるフィールドレコードさんのカーボンチェアだったりするんですけど、あとタープ久しぶりなんで初めて見る方もいらっしゃるかもしれないですね。これハイパーライトマウンテンギアのフラットタープになってます。これ正方形と長方形が出てるんですけど、正方形のを使いました。多分相当久しぶりに使ったんでなんかちょっと貼るのに手こずっちゃったんですけど、はい。でちょっと失敗したなと思ったのが軽量化したかったんで、ポールを普通のポールじゃなくてイーストンのカーボンポールにしたんですよね。これ 65g ぐらいしかないんですよ。普通トレッキングポールで立てるのは推奨なんですけど、トレッキングポールって1本 150g ぐらいなんですよね。でこれは 65g でめっちゃ薄いんで軽量化になるんですけど、しなるし軽いしなんでポールとして結構支えれないんですよね。これちょっと失敗したなと思って次からやめようと思ってます。はい。で何よりもこのビビがですね、今回ちょっと初張りやったんで楽しみにしてたんですよ。ハイパーライトマウンテンギアが出した初ビビっていうことで、下がすごい贅沢に第2話使ってるんですよね。で僕がすごい欲しかったのが、これめっちゃ軽量なんですよね。いわゆる蚊帳なんですよ。もうほとんどビビというか。で蚊帳として使えるんですけど、蚊帳って結構重くないですか？蚊帳って僕調べるとやっぱ 400g とか 500g ぐらいするので削っちゃうんですけど、なくすとで虫問題があったりとかですごい悩んでたんですよね。蚊帳のためになんか荷物背負うのもなと思ったんですけど、これが 200g ぐらいなんですよ。めっちゃ軽くて、かつ結構な広さなんですよね。うん。でこれ単体でも天気が良かったら使えるってことなんで、すごい贅沢なビビ空間ということでこれちょっと買いました。これはこれでまた動画を上げる予定になってます。はい、というのが、今回ですかね。はい。あとは大体他の動画で上げたことがあるんじゃないかなと思います。あともう一個だけこれ買いました。ね、僕たちの界隈ですごい今流行ってるというか騒がれてるんですけど、レイピアっていういわゆる火ばさみなんですね。で火ばさみなんですけど、カーボンタイプってことで 100g 切るタイプになってます。で面白いのが後ろがクリップというかこういうふうにつかめるようになってるんですね。なので1人2役ということでこれも買ってます。でこれは最近もすごい使ってるトレイルポット S100、900ですね。これやっぱ調理が楽しいんでちょっとかさばるんですけど最近よく使ってます。はい、これも今回初デビューなんで、はい、
ちょっと使用感とかも伝えられたらなと思います。はい、そんな感じですね。あとキルトも新調したんですよ。はい、キルトがエンライトエクイプメントの河川キルトになってます。マイナス1度対応です。で、ワイドにしてます。ですっごいかさばっちゃったんですけど、軽さは 600g でめっちゃ軽いです。で、実際これやっぱり僕もキルトいくつか持ってるんですけど、すごい使い勝手いいんですよね。だから、ちょっとこう、かさばるんで、外付け専門とか、真冬になってきたらちょっとダウンキルトも新調してもいいかなっていうぐらい、めっちゃ使いやすかったんで、これもちょっと使用しながらまた皆さんいろいろ告知していきたいなと、おすすめしていきたいなと思います。マットはサーマレスのマストで、枕はエクスペードの枕になってます。これで全部合わせて7キロぐらいですかね。はい、7キロぐらいでした。7キロでこれだけ広かったらめっちゃいいですよね。うん。軽さは結構軽かったですよ。はい、今回のライトキャンプはこんな感じです。ではキャンプ楽しんでいきたいと思います。牧野高原の展望サイトっていうとこなんですけど、なかなか景色も広くていい感じですね。いや、初キャンプですね。この前低山では使ったんですけど、じゃあ乾杯しましょう。乾杯。めちゃうまい。最高っすね。これテーブル結構広くて2面置くていいんですよね。いや、なのにこんな感じでめっちゃ美しいですよ。このうまい。うまい。いい感じだ。ちょっと風強いですけどね。いや、久しぶりになんかキャンプ来た気するな。楽しい。でもだいぶ涼しくなりましたよね。もう9月の25とかですけど、だいぶ涼しくなりました。急に秋の気配入ってきましたね。で、やっぱりちょっとキャンプというか世間の話で言うと、大雨はやっぱすごかったですよね。本当に皆さんがすごい頑張ってらっしゃるというところにまた元の大雨ですごい被害を受けられてっていうのをまた見て、本当ちょっと心苦しくなりましたね。もういや、本当は次10月の1週目に能登島でキャンプする予定があるので、それでね、またこの前この輪島塗りの方とお話もできて、前日とか輪島にご挨拶に行けたらなと思ったんですけど、きっと今それどころじゃないと思うんで、ちょっと日を改めようかなと思ってるんですよね。輪島の方も結構大雨のニュース見てたらひどそうだったんで、いや本当に胸が痛いところです。もう本当にね。だから10月のね、亀ちゃんとかお父さんとか神々さんが主催してくれる能登島キャンプもそうですし、結構いろんなメーカーさんというか方が能登島のキャンプとかを開催されてるみたいなんですね。10月1月ですので、1週目ね、なかなか参加したくても参加できなかったっていう方多かったと思うんですよ。でもしよかったら能登島のキャンプのイベント自体は本当に結構毎週なぐらいどこかのメーカーさんやってらっしゃったんで、ぜひよかったら遊びに来ていただけたらなと思います。七尾の方は、能登島の方はまだ大雨はそこまでじゃなかったらしいんで大丈夫だと思います。だから本当に少しでもね、その能登のものを使って活性化できたらななんて思うんですよね。なんか久しぶりにハイパーライトのタンプ使って思ったんですけど、ハトメがいっぱいあるのすごいいいなと思いました。結構今日とか風強いんですけど、普通風が強いとこういう風にパーンとタープって緩むじゃないですか。それが結構気になったりするけど、もし本当に風が強かったらここのハトメとかにガイライン引いてあげて引っ張ればちょっと強度を増すんで、タープなんですけどなんか風もすごい安心ですね。ちょっとポールをかなり軽量ポールを使っちゃったんで、そこだけ心配ですけど、タープ自体はやっぱすごいよくできてるなと久しぶりに使って思いますね。キャンプサイト広いんですけど、炊事場も各サイトごとにあって安心ですね。僕の展望サイトが多分車からの距離が離れるのもあって、僕一人だけなんですよね。すると結構複数の方がいらっしゃっても乾燥気分味わえます。入れもちゃんとあるし、ゴミも捨てれるし、めちゃめちゃいいとこだな。豆腐キャンプだと2000円でした。車だと多分3000円とか4000円だと思います。いや、素晴らしいとこだな。
ちゃ綺麗。すごいな。さあ、じゃあ点火しますか。フィールドではこいつも初めてだ。なんかほんのり光る感じが可愛いですね。海側。暗くなってきたんで早めにもうちょっとご飯だけ先に作れちゃおう。危ないか。結構風強くて風がでちょっと揺れてるんですよね。ちょっと怖いかも。危険。火を使うときは危険。そしたら今回はめっちゃ簡単なパスタを作ろうと思います。アヒージョ缶をかけるだけっていう感じなんで、料理苦手な人もできるんじゃないかなと思います。いい感じ。これにここからオイルサーディンをちょっと入れていこうと思います。来ました。ちょっと暗いですけど、オイルサーディンのチーズパスタって感じですね。いやー、楽しいな。今、だいたい7時ちょいぐらいですけど、もう真っ暗で、気候も結構涼しくなってきましたね。いやー、キャンプシーズンがやってきましたね。いやー、なんかもう、すっごいご飯も美味しくて、この、小さいベビーオイルを持ってきたんですけど、ランタンの感じもすごい良くて、なんか焚き火しなくてもいいかなぐらいの気持ちになってきちゃいましたね。まあでもせっかく薪買ったからやるか。はい、風が強くて抜けましたね。何気にですね、これよく割れるなと思って、福部さんの、ナタを、初めて、これ針葉樹なんで割りやすいってのあると思うんですけど、ガッてやって、で、あっという間にバトリングできるっていう。針葉樹ぐらいだと超余裕っすね。めっちゃ簡単に割れます。すごいっすね、これ。やっぱ、すごい。すごい。普通にやらないですけど、振り下ろしだけでもいけるもんな。俺すごいな。ペグハンマーの代わりにもなるし、かっこいいし、これ、フェザースティックとかもいけんのかな。暗いっすね。ごめんなさい。ちょっとあんま需要ないかもしれないですけど、今やってます。めっちゃいい感じ。すごい。なんか何みたいにスーっていけますね。いやー、楽しいな。気候もちょうどいいし、虫も少ないし。このカーボンレイピアもすごいコントロールしやすくていいですね。使いしやすい。軽いし。焚き火が楽しかったな。素晴らしいね。おはようございます。TK キャンプです。実際にですね、これでちょっと寝てみたんですけど、めちゃめちゃ気持ちよく寝れましたね。タープ張ってるっていうのもあるんですけど、安心感ありましたし、やっぱりこのサウナレスとかマットと、このエンライトエクイプメントのキルトの相性がすごい良くて、めっちゃ気持ちよかったですね。エンライトエクイプメントのキルトがいいっていうのを噂で聞いてたんですけど、僕が使ったキルトの中で一番いいですね。やっぱり河川キルトだとかさばるとかがちょっとネックだなと思ってたんですけど、高いし、
洗えるしみたいな、すごいいいところも水に強いしみたいなことがあるんで、使いようによってはすごいいいアイテムだなと思って見直しましたね。今20度いくかいかないかぐらいの気温なんですけど、マイナス1度対応ということで結構オーバースペックでありますので、めっちゃ高かった。OMM の寝袋、マウンテンレイドとかだと、233とかだと、10度近くになってすごい寒くなる時なんですけど、こいつは単体で十分扱ったので、単体でいけるなっていう感じがしましたね。いや、めっちゃいいと思います。おはようございます。今ですね、大体朝の6時ぐらいなんですけど、ここからちょっと赤坂山に登山していきたいと思います。赤坂山登山口。あっちだね。行こう。なくて通り過ぎちゃった。ここだ。4キロですね。よし。頑張ろう。もういきなりなんか闇な感じになってきますね。めっちゃいい感じ。多分朝一僕が最初なんでしょうね。蜘蛛の巣がすごい。いや、最初にすごい急な坂が来るって聞いてたんで覚悟はしましたけど、最初は結構登りますね。ただテントとか重いものはキャンプ場に置いていけるんで、そういう意味ではもう身一つで登ると思ったら、登り坂はそこまでしんどくないです。これが10キロ背負うと途端にしんどいんですよね。難易度がめっちゃ爆増するんで、ただ登るだけだったらまだ大丈夫かも。着々と登っております。お、なんかすごいゾーンだ。岩場？蜘蛛の巣が。登って30分ぐらいですかね。そしたらようやく割と普通に歩ける道に変わってきましたね。これもやっぱ立山歩いてきたんで、そう思うと登ってるうちきついんですけど、そんな長く続かないってことが分かれば頑張れますね。いや、なんかもうまっすぐ平坦を歩ける道に変わりましたね。めっちゃ気持ちいい。これがもしかしたら紅葉、すごいなんか朝日と相まってめっちゃ幻想的な感じになってます。やばー、めっちゃ綺麗。やっぱり最近涼しくなったこともあってか、今朝っていうことも重なってめっちゃ涼しいです。今上りでめっちゃ汗かいたんですけど、今めっちゃ逆に癒されてるんで、うおー、超綺麗。やばくないですか？うおー。時折このマウンテンクリッカーをこうやって使って熊よけ防止でやっております。いや、めっちゃ綺麗。すげえ。うおー、綺麗。綺麗。お、なんか開けたとこに出たぞ。朝日がめっちゃいい感じだな。めっちゃいいですね。いや、素敵。休憩するか。いや、すごい滝の音が。うわー、すげえぜ。すごいとこ出ましたね。うわー、すげえ。雲が水蒸気みたいになってる。すごー。これをですね、こんな感じで。すごー。すごいね。やばー。すごー。超幻想的だ。すげえ。いい感じだぜ。来てよかった。よし、あそこでご飯食べるぞ。いやー、すげえな。雲が目の前を流れて、あれ琵琶湖ですよね、きっと。いやー、すげえ。最高だな。よし、もうちょっと。うわ
着いた。着きました、赤坂山。やったぜ。眼下に広がるのが琵琶湖です。眼下、おお、やばー、すげえ。いやー、最高だ。パスタ作るよ。ちょっとお湯沸かしてます。ここでちょっとお昼を食べよう、最後に。琵琶湖ビュー。ナポリタン、なんとかできました。めっちゃ時間かかった。帰ってきました。いやー、疲れたね。お疲れ様です。ここの温泉に入って今日は帰ろうと思います。あそこの山の頂上まで行ったと思うとなんか感慨深いですよね。はい、というわけで今回のキャンプと絶景楽しんで、さらに登山と温泉まで楽しめるという牧野高原のキャンプでした。すごい素敵なところなので、ぜひよかったら遊びに来てください。では今回の動画が少しでも楽しかったなって思っていただけましたら、大変お手数かと思いますが、チャンネル登録、高評価、コメントなどいただけますとすごい頑張ります。はい、今回も最後までご覧いただきましてありがとうございました。ではまた。